こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は池井戸潤さんの俺たちの箱根駅伝をご紹介していきます。この本は今年の4月に出版された単行本です。なんと発売開始後即重版となり、すでに20万部を突破しているんだそうです。週刊文春に連載されていた作品だそうでして、連載時からも反響が大きかったそうなんですね。そして今回の作品は池井戸さんの作品では初となる単行本の上下巻なんです。この上編に期待も高まりますよね。池井戸さんといえば金融界や経済界を描いた作品を数々手掛けていらっしゃるんですが、今回は箱根駅伝なんですね。一味違った箱根駅伝の魅力を見せてくれました。池井戸さんらしい言葉の数々や着眼点で展開もさすがですね。池井戸さんのこれまでの作品が好きな方もこれって思わせられる期待を裏切らない面白さだと思います。今回ご紹介するこの俺たちの箱根駅伝は学生連合チームというチームに焦点を当てた作品なんです。学生連合チームは予選会で本戦出場を逃した学校の中から個人成績の良かった学生が選ばれるんですね。さらに一度も出場経験がないというのが条件なんです。今年の箱根駅伝では編成されなかったんですが、長い歴史の中で多くの学生が箱根駅伝に出られるようにと形を変えていて、以前は学生選抜チームと言われていたんです。この学生選抜チームが編成されていた時は、本戦で10位以内に入れば翌年の予選会からの出場枠が元々の9校から10校に1校増えていたんですね。しかし今回のこの学生連合チームというのはすでに予選会からの出場枠が10校に設定されていて、学生連合チームの順位で何かが変わるということがなくなったんですね。そしてチームはオープン参加と言われて、個人チームともにそのタイムや順位は大会記録とはならないんですね。このあたりが今回の作品でも選手たちの心情に大きく関わってくるんです。ここで少し箱根駅伝の小説といえば、皆さんはどの本を思い浮かべますでしょうか？私は三浦紫音さんの風が強く吹いているですね。もう登場人物たちみんなのキャラが立っていて、感動と笑いが交互に来る感じがまたいいんですよね。で、風が強く吹いているという作品は予選会突破のチームを描いた作品なんですね。そして先ほど少しお話しした学生選抜チームを描いた作品には堂場俊一さんのチームという作品があります。これもまたいいんですよ。で、この出場チームの違いで選手たちのモチベーションやチームメンバーとの関わり方の違いが垣間見えるので、今回の作品と合わせて読んでみるのもいいかなと思います。ここで少しあらすじをご紹介します。物語は箱根駅伝出場をかけた予選会から始まります。かつて箱根駅伝の名門大学とも言われ、連覇したこともある明星学院大学。古豪と言われるも、ここ数年の実績は予選会突破も叶っていません。そんな明星学院大学のキャプテンで4年生の隼人は、これが最後のチャンス。怪我からの復帰はしているものの、悔いの残る走りで迎えた発表の時、惜しくも11位で予選敗退。しかし隼人は個人成績により学生連合チームに選ばれます。そしてこの連合チームの監督に就任したのは
なんと商社マンの甲斐正人でした。寄せ集めのチームと言われ、誰からも期待されていないこの学生連合チーム。本当にこのチームで箱根を走るのか、一緒に頑張ってきた仲間が出られなかったのに自分だけが走ってもいいのか、そんな不安や葛藤を募らせた隼人たち学生連合チームは一体どんなチームとして箱根を走るのか。一方で箱根駅伝の中継を担う大日テレビのスポーツ局では、チーフプロデューサーが駅伝中継の番組内容を変えるようにと編成局長から迫られています。そんな学生たちの青春とプライド、そして不可能とまで言われた箱根駅伝の中継を現代にまで伝えてきたテレビマンたちの信念と葛藤を描いた物語です。たくさんの見どころがある作品なんですが、この魅力を3つに分けてご紹介していきたいと思います。まず1つ目は、もう言わずもがな学生連合チームに選ばれた選手たちの心情とそのレースです。箱根駅伝の出場をかけたそれぞれの学校の学生たちは、経験者でなければわからないであろうとてつもなく大きなプレッシャーを抱えているんですね。出場できるかどうかもそうだし、本戦での順位も強豪校と言われれば言われるほどにそのプレッシャーは計り知れないんですね。そしてチームをまとめ上げるキャプテンという重荷もまたあるんですね。ゴールを目指すという目標はあるとしても、その先に見ているものはチームでも一人一人違うんですよね。先の将来を考えて体を優先してここでやめるのか、それともこの試合にかけてこの先走れなくなったとしても走り続けるのか、それぞれの考え方の違いをどう乗り越え、チームとしてどんな目標を掲げるのか、選手たちの葛藤が痛いほどにひしひしと伝わってきます。練習風景もなんですが、区間ごとに選手たちの心情を描いた終盤は特に見どころです。2つ目の魅力は監督です。これまで見てきた箱根駅伝の小説では主に学生に焦点が当たっていて、監督の目線は少ない印象だったんですが、今作はこの監督にもスポットが当たっているんですね。長く駅伝と学生を見てきた監督と、この今回商社マンで初めて務めるという監督が対照的に描かれているのも印象的でした。今回の作品で新任の甲斐監督は特に選手同士、そして選手と監督のコミュニケーションに重きを置いてマネジメントしているんです。それぞれの得意不得意を知り、各々が目指す目標に向けてどう生かすか、どう改善するかを学生たちにも考えさせるんですね。で、この甲斐監督自身もじっくりと時間をかけてチーム全員一人一人に対して彼らのその特性を分析しているんです。監督は普段からそうやって彼らの様子をよく見ているので、この作中に書かれている終盤のレースでは些細な変化にも気づくんですね。それ以上にこの気温やこの風、そしてこの観衆の中ではこの選手はっていうところまで分かってしまうんです。監督のシッターであったり根性論であったりという指導よりも、このマネジメントっていうのは時間や手間はかかってしまうんですが、信頼関係であったり見えない部分が見えてくるっていうのが大きいんですね。で、仕事や会社でも通ずるところがあるなと感じました。で、この甲斐監督の考え方や言葉には、さすがこれまで様々な仕事人を描いてきた池井戸さんだなと思わせられました。そして最後の魅力は、
駅伝を伝えるテレビマンたちの情熱と奮闘する姿が並行して書かれているというところだと思います。他のどの駅伝小説にもなかったこのテレビマンたちの姿こそ、この作品の最大の魅力ではないでしょうか。かつて不可能とまで言われてきたことや、箱根駅伝中継に至るまでの歴史も綴られているんですね。私はこの作中に描かれている実況アナウンスにもうガッと心をつかまれました。一番好きな場面でしたね。もう実況が何より熱い、そして目頭も熱い。池井戸さんは人物を描くときはキャラ作りとしてその人の背景やセリフを重要視しているそうなんですね。そのため外見とかに関してはあまり描かないそうなんです。で、どの登場人物たちもそうなんですが、特にこのアナウンサーの姿も声も知らないのにはっきりと浮かび上がってくるんです。本当に直に見て聞いているような不思議な感覚を味わいました。このアナウンサーの唐島さんという方なんですが、とても強い信念を持った方でして、納得のいかないものはやらないというような方なんですね。テレビ局内でもとっつきにくい人というイメージがついているんですが、アナウンサーの中では誰もが一目置く存在なんですね。作中には番組が事実を伝えるものであるということについて、情報には見えるものと見えないものがある。選手の表情や動きは誰にでも見える。一方、そこに隠された本当の意味は見えないという文章があるんです。そしてそれを伝えるということが事実を事実のまま伝えるということなのだと語られているんですね。これが後半のレース実況で、なるほど、こういうことだったんだって感じさせられて、選手たちへのリスペクトがまっすぐに伝わってくる実況に、もう思わず身震いするほど胸に響きました。他の取材者は注目の選手とそうでない選手とで取材の深さが違ったりするんですが、この唐島さんはそういう情報を抜きにして全ての選手たちを見ているんですね。で、自分のこれという心情を持ち続けて選手たちへの思いを持っているからこそなせることなんだと感じさせられました。そしてこの作品で初めて知るカメラの裏側も見どころなんですね。絶妙なカメラワークなんですよ。実に綿密に、そして臨機応変に先のレース展開を読みながら組まれたものなんだと知りました。これから抜きそうだとか、後続のグループの動きだとかをいち早く把握しているのもそうなんですが、CM を挟む瞬間や挟んだ後のレース展開を読みながら、レースが動く瞬間を切らないように絶妙なタイミングで切り替えているんですね。こうした中継スタッフやディレクターの方たちがいてこそ、私たちは駅伝のドラマを見ていたんですね。選手や周りで支えている家族や友人、そして仲間たち、そしてテレビマンたちといった池井戸さんのリスペクトが伝わってくる作品だなと感じました。タイトルにある俺たちの箱根駅伝の俺たちとはまさに多くの人たちを指していたんですね。作中にはこんな言葉がありまして、勝者は常に一握りで多くのものは敗者だ。だけどな、敗者にだって人生はあるし、敗者だからこそ得るものもあるんだよ。敗者は負けを認めることで勝者になるというものなんですね。学生連合チームのメンバーたちは
大学としての大会出場ですでに敗者であり、さらに本戦では優勝チーム以外はみんな敗者となってしまうんですね。この物語はそんな敗者を描いた物語でもあるんです。今回この箱根駅伝の小説を4月に出したというのは、新しいスタートを切る人たちがいる時期であり、その中にはもちろん希望通りではなかった人たちもいるだろうけれど、望んだ選択ではなかったとしても前を向くんだという池井戸さんのエールが込められているそうなんです。ぜひ箱根駅伝が好きな方や背中を押してくれる作品を読みたいという方におすすめの一冊です。